冷蔵庫が小さくて分けないと入らない。そういうことだったんです。はい。新しい冷蔵庫がこの春買ってきます。はい。よいしょ。ね、私が生まれるぐらいからやって、すごいいろいろな苦労があったとお話を聞きます。でも本当農家さんに会いに行くだけでいいんですよね。畑を見るとかじゃなくて、会うだけでも嬉しい。これはレーズンパンです。ぶどうパン。緊張はしない。渡辺さんだから緊張してない。この下の今小屋直してるんですけど、ゆくゆくはお店ができたらいいかなみたいな。明日にでも見てください。夢香り。本当です。はい。ちょっと水分が多いんで、パンチを多めにやります。のぶちゃん、10分後。多分明日になればもっといってると思いますね。2倍ぐらいになるのかな。耳が聞こえてないの。お年で。はい。神様みたいになってきて。それは何ですか。それ、ふすまです。ふるった時に出た。
しだけ振って、手がもっと大きかったらよかったです。いただきます。何のパンですか？それが夢香りで、秋山さんちの。もう10年以上経ちますかね、もっと前かな。前にお店をやってた時からの知り合いで、はい。でもシーズンで何回か行くってそうですね、麦踏みしに行ったり、中古しに行ったり、なんかすごく関わらせてくれるというか、畑に。さっき秋山さんとの出会い何だったんだろうってずっと思い出してたんですけど、なんか私が出版社辞めてパンを作り始めて、で群馬ってめちゃくちゃ小麦の産地で、もう本当ちっちゃい頃から麦畑がそこら中にあって、みんな子供たちが麦畑をこう歩いてっちゃってで小学校のなんていうか放課後のとなんか学級の会とかで先生が麦畑を迷路にしてはいけませんみたいなこととか言われたりしてるぐらい、もう畑が小学校の周りとかもすごいいっぱいあったんですけど、でなんかその出版社を辞めて自分でパンを作るってなった時に絶対こう群馬の粉を使いたいと思ったんですよ。こんだけ周りに小麦があって自分も使いたいなって。それで秋山さんと出会った？そうですね。でイベントとかでもお会いしたり、その友達から聞いたりしながら、はい。なんで麦って踏むのが大事なんですかね？なんかそのストレスがいいっていうよね。ああ。生まれて。へえ。冬の間はほらなんていうの、タンポポみたいな感じでみんなこう、寝てるわけさ。ああ。タンポポわかる？タンポポ。冬の草のね、寒さから守るために平べったく伸びるじゃん。はいはい。でも春になってこれがほら立ってきてるわけ、これ。これが。ああ、それが寝てたんですね、冬は。もっと短くて、はい。その頃だからいくら踏んづけたって OK っていう。もうこうなるともうダメ。折れちゃうから。なんか農家やってて楽しい瞬間とかってあるんですか？なんていうの、やってきた快感みたいなのはすごくあるよね。つまり40年前から考えての今の姿って意味だけど、タンポポが綺麗になるね、これね。違う。まあ毎年そうなんだけどさ、広場みたいにしてる空き地も多分これからタンポポ畑になるよね。なんで
面白いすごいとこまで行っちゃいました。福田さん家の米ですよ。あ、そうなんだ。朝日。朝日は粒が超でかいんですよね。ですね。はい。ちょっと蒸らしたら。でもやっぱりご飯一緒に食べたりとかそういう時間ってすごい大事だよねってなって。だからここの家を直す時ももうキッチンから直したんです。まずこの食卓を置こうってご飯を一緒に食べる机を置こうってだいぶ変わったんですね、じゃはい、変わりました。暮らしが変わったというか、あ。なんかだから本当パン屋さんじゃないみたいなんですよね。お店も今開いてないから、お客さんに会うこともなくて、そうなんです。なんかおじいちゃんおばあちゃんみたいにここでずっと2人でやってるからなんかもう時たま気持ちもいっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、なのでやっぱりこうイベントとかでお客さんに会うと結構パンの感想いただいたりとかすごい嬉しくて、でやっぱり下の小屋を月に1回でもこうお客さんを呼べる場所にできたらいいねって言って直してるんですけど、まあ、あと何年かかるのかなっていうような感じですあっという間ですね。前のお店は6年間やってたんですけど、もう4年経っちゃったんだと思っていっぱい食べれますか？残り物秋山さん家の切り干し大根めっちゃ甘いです。砂糖みたいな甘さ、めっちゃうまい。昆布になってしらせにしますしらすどのも食べたいね待ってる。待ってるで
ちる落ちるこれがピールですね。あそこの甘夏のブリオッシュの皮をむしろ使うんで、こっちがいつもどうしようっていうぐらい。去年はジャムにして売ったんですけど、これから何を作るの？これがチャーハンです。チャーハンと味噌汁です。深夜のどんなこと書いてるんですか？いろいろでいろいろです。本当によくわからないことを書いてたりもします。天気とか群馬今こんな気候でとか、このパン頼んでもらえて嬉しいですとか、